栃木県那須塩原にやってきました。避暑地としても人気の高い場所で、涼しい風ときれいな水、そして昼と夜の大きな寒暖差で自然に恵まれた環境です。この恵まれた自然環境の中で育まれる那須御用という人気の高い五葉松盆栽があります。今日はここ御用園さんにお邪魔して那須御用の魅力に迫りたいと思います。早速行ってみましょう。こんにちは。こんにちは、どうもお世話になります。稲荷さん、今日はよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。どうもお世話になります。またお会いできてよかったです。こちらこそ、はい、ありがとうございます。もう、ずっと来たかった園なんですよ。もうそう言っていただけるとすごいですね。数はねありますからこのやっぱ那須塩原で、はい、ここの園といえば、はい、那須御用だと思うんです。そうですね、うちの主力ですね。ですよね。今日はちょっとその那須御用を中心に、ちょっと各いろんな棚場で見どころだったりとか、あとちょっと木の特徴なんか聞きながら、なるほど、少しご紹介いただいてもいいですか。わかりました。今作業中のがあるんですけど、いいですか。早速。ちょっと汚くて申し訳ないですけど、すごい。でこれは那須御用松をご存知の方なら誰でも知ってる那須娘。これ那須娘ですか。の親木です。最初の那須娘ですね。だから今世にある那須娘たどれば必ずこの一樹にたどり着くっていう。もうここから始まったんですね。そう、全てはこの木から。珍しいのが親木って一本木が多いんですけど、これはもう発見された時から株立ち。山でいうと株立ちなんですね。株立ちですね。で今古葉取ってる最中ですけど、うちに来たらまず見てもらいたいかなっていう一樹ですかね。これが親木か。親木です。すごいですね。今時期でいうとちょうど古葉取りを。そうですね。葉っぱも固まって、でここに見ての通り、でこうやったところはここに隙間があるように見えますけど、やってないところはね、こういうふうに完全に密集して、もう日も風も入らない状態なんで、ギッチギチですね。ギッチギチです。だからもうこれを取って透かしてね、火を入れたり風通しを良くして、内側に隠れちゃってる芽とかを元気にしてあげる。それやらないとどんどん内枝が枯れてっちゃうんでね。この那須娘の葉章なんですけど、すごい細かいじゃないですか。細かいです。これはもうやっぱこの那須娘ならではの特徴でもあるんですか。そうですね。葉章は。そうですね。那須娘に限らずやっぱり八つ房っていうのは比較的にね、八つ房っていうぐらいですから芽数が多くて葉っぱが短いのが主な特徴ですけど、やっぱり那須娘のこの葉っぱっていうのは誰しもが綺麗だなと思える。そうだと思います。これも那須娘なんですけど、すごい。これはついで50年以上経ってるような那須娘なんですけど、サイズもこのサイズで。そうなんです。で今これも古葉を父がやってる最中ですけど、やっぱりね接ぎ木なんでね、どうしても台木の血が混じるんで多少変化はするんですけど、でこれが不思議なもんで、継いだ後に取り木をかけて那須娘の根っこを出させる。そうしたらもう自分の根っこになるんで、もう親木に戻ってもいいと思うんですけど、これが戻らない。不思議ですね。これが不思議、混じっちゃうんですよね。とりあえずうちの一樹の最初はこの那須娘のね親木をねご覧いただければと。ありがとうございます。これは那須御用の中でもかなり古い、そして何よりも丸幹、要は幹がまん丸でねじれながら、こっちに捻転してるんですか。そうですね。これ何年ぐらいなんでしょう。これは300年は経ってるでしょうね。でも木肌もだいぶ荒れてるし。そうですね。やっぱり那須御用のね特徴のやっぱり細かく肌が荒れるっていうのがねだいぶ出てますし、この那須御用ってこうちょっと特徴というかなんかあるんですか。肌の荒れが細かく荒れやすい、ゴマ肌になったりとか、それとやっぱり那須娘を代表するようですけど、やっぱり葉っぱが短く芽吹きがいい木が出やすい。そして色の特徴としてはあんまり緑がガンって濃いっていうよりはちょっと黄緑色っぽい優しい色、が多いですかね。那須御用をここに前面にやってるんで、よく勘違いされて那須御用至上主義だと思われがちなんですけど、四国御用でも東御用でもいいものはいいです。でやっぱりトップレベルの葉章になってくるととびっきり差があるかっていうとそうでもない。大体こう同じいい葉章のものは非常に
多いです。うん。じゃあうちの主力の未生のナスゴイを見に行きますか。お願いします。はい。ちょっと階段上がりますけど。この上にあるのがほとんど未生なんですか？あ、ほぼほぼ未生ですね。うわ、すごい。これは圧巻ですよ。でこれが今年土鉢から本鉢に上げて、で、土鉢の状態で荒掛けだけしてあった木。針金はもう荒掛けしてあったんです。そうです。あ、これ針金引っかかってますけど、で今取った状態で。そう、取った状態で古刃も取って、このそうですね、秋ぐらいから今度はお化粧の針金掛けをしてあげて、売店に並ぶような木かなと。これで大体未生で15年は経ってないかな。経つか経たないかぐらい。もうでも余裕で10年以上は経ってるんです。そうそう、経ってます、経ってます。で、さっきも言った通り、ね、芽吹きが良くて、ほら、こんなところから。本当だ。なかなかこういうの吹かないですからね。そうですね。この脇からどんどん芽吹いてくるの特徴の一つですね。そうですね。先で吹いてっちゃうと、どんどん大きくなっちゃうじゃないですか。はい。でも元に吹いてくれれば、もしこれがね強くて大きくなってきちゃったら、内側にあれば切り戻しが効くんで、どん小どんさく小さく小さく追い込んで小さくすることができると。すごいな。優秀ですね。そうなんです。で、うちは正直こういう木を本当に完成時まで持ってって高くしてから売ることも可能なんですけど、やっぱりまだいらない枝がついてたりとか、はい。まだ遊びしろがあったり、これまだ若いんで、この段階でお客さんに持ってもらって、お客さんがその良い盆栽になっていく様を自分で作り上げてもらうっていう、つうか盆栽それが一番楽しいんですよ。醍醐味ですね。醍醐味です。はい。そこからさらに10年、20年ですね。そうそう。ここまでベースができていれば、やってるうちにいらない枝が見えてきますし、だからもうここまでできてれば、あとはここまでが大変なんですよ。だから苦労だけをうちがいっぱいして楽しみをお客さんに渡してるような。ここからが楽しいんですね。ここからが楽しい。本当は一番楽しい。後でじゃあここまでも見せていただけると。はい、わかります。この前も。わかります。あと稲波さん、もう一個僕ええ気になったのがこえこの場所なんですけど、ええこれって鉄板じゃないですか。あ、そう、足場板鉄板です。大丈夫なんですか？これね木は大丈夫なんです。木も何も板も敷かない。敷いてない。これがね、大丈夫ですって言って真似されて枯れちゃったら嫌なんですけど、はい。はい。そうですよね。多分この那須塩原市っていう土地だから大丈夫なのかもしれないです。で、これが不思議なもんでなんですけど、例えばちょっと1本だけ突出していいなと思って針金かけて下を下ろすじゃないですか。はい、でそれが例えば売れないで2年3年下で下にあった、木の板の上にある、はい、でこっちはずっと鉄板の上で、はい、で3年後経つとこっちの方が太ってます。あ、太るんですか？太ります。やっぱり根っこが温まる、まあ、もちろん限度はあるんでしょうけど、はい、だからぜひやってくださいとは言えないのは、やっぱりこっちは夏でも夜になれば冷える。ああ、そっかそっか。このやっぱ那須の気候でだと思います。夜の気温ですよね。そうですね。東京と全然違うじゃないですか。そうですね。で風は必ず涼しいですから。はい。さっきも感じてたんですけど、風涼しいです。本当に。熱風は吹かないです。東京は熱風ですから。ただまあどうしても1日1回たっぷりの水と夕方の葉水、そうやって冷ましてあげるっていうのはもちろんやってますけど、培養には非常にいいと思います。でさっきこれが15年生ぐらいかなっていう感じですけど、こっちはまた違いますか？そうなんですよ。このちょっと大きいサイズの子たち、この太さ見てください。うわー、すごいすごいですよ。ずっと。でこれが未生で25年超え。こんな太るんですか？太ります。先ほどのは15年、じゃああと10年でこうなるかつはならないんですけど、ね、これはこのサイズに作るべくして作った子たち。こんなに太くなるのはそうなんです。未生で。そうなんですよ。この子はもうちょっと同じぐらいかな。でもこれもなかなかでしょ。綺麗にできてますね。じゃあこの前段階見ますか。五葉松の。お願いします。五葉松なんか見飽きねえな、見てて。五葉松に始まり五葉松に終わるってね、言葉があるぐらいです。言葉があるぐらいですから、やっぱり聞いたことあります。
まあこっちがかわいい。ここから始まるんですね。全てはだからどんなこれは樹齢数百年の木でもここから始まりですから。これも2歳ですか？こっちはちょっといってますね。こっちはちょっといってるかな。ちょっと枝出てきてますもんね。そう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 。何年目ぐらいから少しこう2本とか出始めるんですか？いや、もう1年目からもどんどん出てきますよ。出てくるんですか？うん。へえ。あ、でもこれ出てるわ。そう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 。すごいな。でまあ正直こんだけ巻いてて盆栽にならないやつもいます。葉っぱが悪くて。さっき15年生でこのぐらいのやつとか、はい、あと25年生でこうなるやつ。でも15年15年生あと10年経ったからこうなりませんよっていうのは大体このぐらいの年代でわかる。15年生ぐらいで完成するのはこの辺ですよね。で逆にこういうのは全然大きくならない。だからこういうのはもうミニ盆栽としてもうそっちの方向に決まっちゃうんです。この時点で。決まってます。でこの子はさっきみたいになる可能性が大きいんですね。大きいです。大きいです。大体ここが見極めどころの年齢なんで。年齢そうですね。大体6年生ぐらいですかね。すげえな、スポーツ選手みたいな、なんかもうここから厳選してそうここからこれ一緒ってことでみんな同級生。同い年。これなんかもそうですよね。うわすごい。もう八つ房じゃないですか。そうですね。だから八つ房っていうのはこういう芽吹きのいいものを特別に名前を付けてそれを増やしていった。ここにいるのは八つ房でもただただ名前を付けていない。だから八つ房っていうのは名前が付いてなくても存在するんですよね。面白い。でその次になるとこのサイズだ。ここはまたもう一段階。もう一段階。はい。このぐらいがいいかな。今古葉がついてるからあんまり綺麗に見えないですけど、これやや腰高ですけどこのぐらいの太さになる。あれがこれぐらい太くなるんですね。そうですそうです。でこのぐらいでも全然曲がりますから。ここでもう曲げちゃうこともできるんですか？大体に人差し指から親指ぐらいになった時にグッといくんですか？元玉を入れる。結構思ってたよりあれですね、太くしてから曲げるんですね。あんまり細い時曲げると太り止まるんですよ。そうなんだ。じゃあまっすぐの状態で置いといた方が太ります。太るのが早くて。大変なんですけどその方が意外と完成が早い。これ曲がっちゃうんですか？曲がります。でこれよく見るとこれポツってこれあるでしょ？出てますね。これね枝になりますから。ここから出るんですか？そう。だからこの距離はちょっと腰高で思いました。模様着作りづらいなと思っても、これをちゃんと培養するとこの辺り、この辺りから出てくるんですよ。うちの五葉松の段階といえばこんな感じですかね。ありがとうございます。貴重なもん見せてもらって。いろいろ園の中見せていただいたんですけど、改めてちょっとインタビューをしていきたいなと思ってて、御用園の他の園との違いというか、強みですよね。一番大事にしているところ。御用園の名前の由来はね、音的に御用って聞くとね、今日取材していた御用松のイメージあるかと思う。僕も御用松の御用だと思いました。ところが用の字が草冠に浮冠に谷。ね、これ父が大宮の不用園さんで修行させていただいて。でその不用園さんの陽の一字とで父が印南五郎と申します。でその五の、で五と不用園さんの陽とをくっつけて御用園なんです。その御用園の由来はそこからなんですね。でそれこそ名前は御用園なんですけど不用園さんの出なんで昔は雑木がメインでした。そうなんですね。で私本当にねあまり幼い頃の記憶ってあんまりないんですけど。幼稚園生の頃かな、棚にあった木がブナ、ヒメシャラ、モミジ、カエデもあったか。もう本当に主に雑木ですね。御用もあることはありましたけど雑木が本当に多かったですね。それで、この那須という地域にいると、で那須御用というものがあると。でじゃあ那須御用をやってみようかって父が思いまして、それで未生を始めたのが30年ぐらい前か。印南さん今2代目ですよね。そうです、2代目になります。はい。お父さんが初代でっていうことなんですけど、盆栽に囲まれて育ったっていうことじゃないですか。そうですね、生まれた途端にありましたね。どういう感覚で盆栽捉えていらっしゃったんですか、子供の時とか。これがね
皆さんそうかもしれないですけど、当たり前にあるものってそれ以上でもそれ以下でもないんですよ。初めての社会って幼稚園じゃないですか。はいはい。それまではどの家にも盆栽あるんだと思ってましたよね。他の家の子にもあると。そうそうそう。うちのなりわい自体が盆栽だってこと自体も理解してなかったからです。なるほど。もうあって当たり前のあってものだし、当たり前。まさにその通り。他の子の家にもあるもんだと思って。普通に当たり前のもんだと思ってましたね。うん私4年生大学も出て、うん実はサラリーマンもやってるんですよ。はい。でその時に盆栽って当たり前じゃないんだってことに気がついたのが後を継ぐきっかけだったとですね。そこでですか。そうなんですよ。例えばですけど、最初はまあ地元っていうか、関東近辺で就職、そうすると意外と盆栽やってるところってポツポツあるじゃないですか。で私札幌に行ったんですよ。はい。北海道って盆栽やってる人も囲っちゃったりとかして盆栽が一切目につかない。でその時に初めて盆栽が全くない生活をするわけですよ。そしたら寂しいんですよ。今までもう幼少期からずっとあったものがないし、だから当たり前にあったものが当たり前じゃないことに気がついて、そんでその当たり前だったものが非常にいいものだってことにそこで気づいたっていうのがすごい深いな。なんかきっかけかなと今思えばね、っていう感じですかね。その普通に会社員やられてたっておっしゃってたじゃないですか。その時はもう後継ぐ意思とかも全然なくですか。いや全くなかったですね。そうなんだ。後にじゃあこっち戻ってこられてから万世園そうですそうです修行に入られた。そうですそうです。お父さんが修行行ってたとこは違うじゃないですか。違います。不用園さん。不用園さんね。不用園さんといえば雑木で、万世園さんといえばオールマイティですけど、やっぱり蝦夷松ですすごい有名ですけど、小学類もオールマイティにいろいろやってらっしゃるんで、であと何より私盆栽をその修行に行く前に万世園の先々代、加藤三郎先生の本をちょっと読んだことがあって、文字から伝わるその何ですか、盆栽に対する姿勢って言ったら私が言うたらちょっとおこがましいですけど、なんか本当にもう次元が2個も3個ももうそれ以上かもしれないですね。その文から伝わってくる。文から伝わってきたのを感じて、すごい人だなと思ったところ、もしかしたら親父はそれも鑑みてくれたのかなっていう感じはありますけどね。じゃあそこの縁で学んでこいっていう。なんか大変だった思い出ありまりますか。修行入って最初。大変だった思い出。でもね、盆栽はだってもう身近に触れてきたじゃないですか。小さい時から。いやでもやっぱりね、万世園の盆栽はやっぱりね、一流の上に超がつくものがざらに。超一流の。はい。ね、だからその親父に言われたのはとりあえず物と人を見てこいっていうのが、もちろん、たかだかね弟子の数年で全てを得られるわけでもない、ただやっぱりいいものを見る、いいものを触る、もちろん枝切ったりとかはできないですよ、もちろん。だからその触れるっていうことで目とか知識の底上げにはなったような気は。本物を見るっていうのはそうですね。あと先ほども言った先生で加藤三郎先生、先代の加藤初井先生とお話しさせていただいたり、いろんなお話を聞けたっていうのはやっぱりすごく貴重ですよね。貴重ですね。で大変だったことはあって、それは弟子大変なんですけど、世の弟子みんなそうだと思うんですけど、弟子の間は文句たらたらなんですよ。当たり前ですけど。ただ出た後考えるともう感謝しかない。だからそういうもんなんですね。こんなんで大変でしたよって苦労話はできますけど、今思えばあんなものは苦労でもなんでもなかったっていうのが今の意見ですかね。盆栽と向き合ってるプロの方々なので、一番僕はもうシンプルに、盆栽って一体何なんですかってのいつも聞いてるんですよ。盆栽ってね、もうね、楽しいもの。だって盆栽いじってて形ができました。そういうできていく様が好きなんです。それが盆栽のいいところなんです。でそれってなんでって楽しいからでしょ。で見ててうわーすげえなーって感動する。じゃなんでその感動してる様って今自由同意上とかだったら楽しいじゃないですか。もう何したって楽しいんですよ。楽しくないのは枯らした時だけ。そうそう。枯らした時ガクッときますね。もう盆栽はもうめんどくさいんですよ、大変なんですよって言いますけど楽しいっすよ。結局のところはいろんな作業があって、やっぱり世話が焼けても
楽しいっていうところが根源ですね。だからね、盆栽屋さん水大変ですねとかね、一日座ってて大変ですねって言われるんですけど、別にまあ大変ではありますよ。大変ではあるんですけど、サラリーマンの時って休みが楽しみでしょうがなかったんですよ。わかります。はい。分かっちゃいますね。そうそう。はい。なんですけど、この仕事始めてから別に用事がなければ休まなくてもいい。だって遊んでるんだもん。だって遊んでてお金になってこんないいことないですよね。本当に、楽しくてしょうがないです。楽しくてしょうがない。盆栽やってて、気づいたら何時間経ってるし。そうそうそう。だから盆栽って何って言われたら、もう楽しいよねって、もう本当にバカみたいな答えで申し訳ないんですけど。楽しいものですね。もう行き着いたらもうどんな盆栽の事柄に対しても行き着く先は楽しいよねって、俺は終わっちゃうんですよ。こんなに楽しいものないなって。そう、だからなんでみんなやらないんだろうって不思議でしょうがない。確かにそうですね。やってみたらいいよって感じですよね。そう、やればいいのにって、こんな楽しいのに。そう。ありがとうございます。とんでもない。それでですね、今井さん、木いっぱいあるんですけど、いろんな園回ってて、それぞれの園主の方が大事にされてるというか、この木が好きなんだよっていうのを紹介してもらってて。わかりました。いいですか、ちょっと五葉松じゃなくてもいいです。マジですか。はい。じゃあこれはなんていうのかな、もうこれは思い入れのレベルかな。思い入れの木ですね。まだ歴史も浅いんですけど、これあれなんですよ。今をときめく雪姫もみじの親木なんですよ。スターですね。今をときめくスター。これ近代盆栽で見ました僕。ありがとうございます。作風展にも出しましたしね。これか。だからもう今ある雪姫の最初の一本は必ずこの杭に行き着くという。でこれから派生してせっかくだからね一本って言いましたけど、その子たちが挿し木で増えて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 。すごい。この子たちです。この子たちです。こんなに増えるんですね。子々孫々ですねこれ。いやすごい、植物ってやっぱすごいですよね。すごいですよ。増えるっていう。ちょっとこれまた秋シーズンとかで紅葉しますもんね。もうすごいですよ。真っ赤です。赤いんですね。真っ赤です。真っ赤です。ちょっとそれを今度ぜひ撮らせていただきたいなと思うのと、今度雪姫にフォーカスした動画もちょっと次回また引き続きぜひぜひ。これは興味深い木ですよ。だってもう細かいんですね。これもとにかく一本木より寄せ目の方がなぜか細かくなるという変なせいです。面白いな。紅葉の時に取材したいっていうことは夏決して焼いてはいけないという。はい、もうお願いします。うわ怖っ。頑張ります。よろしくお願いします。これが次秋来た時にどうなってるか。そうですね。はい、楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。